はい、どうもこんにちは。ザ・エクスキューク&クローショーのお時間です。今回はシーズン3のエピソード11です。はい、ゲストは逆さん。よろしくお願いします。7ヶ月ぶり ?7 ヶ月ぶり ?7 ヶ月ぶりらしいですね。7ヶ月前何してたっけ？意外と。7ヶ月前何してたっけ？ 7 ヶ月前は何月ですか？ 6 月ですか？そうですね。まあ、5月か6月ぐらいですね。ステージ2の前ぐらい。よくわかんないゲームをしましたけど、イットでした。懐かしい懐かしい。なんかコンテンツを取ろうと頑張ってた時期ですね。今もうすでにどこに消えたかわかんないですけど。今回、逆算を招いての回なので、公開するのが29。多分昨日すでに VCJ の開幕戦が始まって、今日2日目なのかな。初戦全部当たり切ってるところかなと思います。その辺だったりとか、ちょっと僕らも2月にねブラジル行くので、その辺触れたりとかしていきたいと思います。じゃあちょっとお品書き通りに行くと、逆さん最近配信をしてるらしいですね。ちょうど年末年始のお休みのタイミングで、はい。時間いっぱいあるから配信しようかなみたいな。なんか俺が見たタイミングでは、ポケモンをやってました。やってた、はい、ポケモンめっちゃいろいろやって、最初は普通に、アナリストに質問したいことみたいな配信やって、でポケモンやってジャンプキングとやってツボやってジャンプキングとツボはクリアしたんですか？1日でもともとどっちもクリアしたことあって、うさぎ年だからジャンプキングやろうっつって、意味わかんねえ、ついでにツボもやろうって1日で。やだな、あのゲーム本当に単純に嫌いですから。おいたんめっちゃうまい。ツボキングだよ。ツボどんぐらいタイムとかわかる？タイムどんぐらいやってたっけな。でも結構やってる。なんか金ツボ目指して途中で。じゃあ同じぐらいかも。金ツボ目指すレベルってだいぶだよね。50回クリアしたら金なんだけど、俺も30回ぐらい。30回もクリアするのか、あのゲームって。結構やってたはず。1回までがすごい長いからね。ツボもジャンプキングもね、配信者がやってるのを見るだけでいい。どっちのがむずい？マウス使う人は多分慣れたらツボの方が楽だけど、エイムの感覚とかバグるかも、その他のゲームの。なんかいいキーボード使ってるとツボの方ジャンプキングの方が楽だった。そうクリアしたの？してない。楽だったっていうのは。楽だった。ツボはマジで発狂しそうになった。クリアした？不快してない。してない。あれ不快だよね。結構見てるとさ、見てるのとやるのとは全然違うよね、あれ。違う。ツボはねマジで不快だった。あれはね、操作感がもう結構、確かにこの辺がね痒くなってくるんだよ。なんかこの辺の筋肉が体がイライラする。そう。忍耐力のゲームなんで。で配信その2つやって、最近は新マップとかも出てるんでね。ロータスが出て研究とか。一人で研究したり、あとはこの前は七面鳥さん、GC のコーチのと2人でロータス走り回ってみたいなことして。ロータスどうですか？俺が聞くのもあるんだけど。ロータス俺面白いけどなんか不評かも、みんな俺は結構面白い。やってないけど面白そう。おお面白そう。すごい。すごいではある。すごいマップなのは間違いない。今までの感じとはちょっとだいぶ違う。なんかエンカウントは近くない？どこも近いしマップが狭い。そう。ディスコで下でメンチョさんと一緒に配信というか研究してるのこの前見てましたけど、やっぱそういうまだ何も分かってないみたいなのを手探りでやるのが楽しくて、本当直近なんか、一旦期間置いて今ランクマにも追加されてるしデスマでも出るようにやってるから、ランクマ実装当初の新マップって結構やばいよみたいな。チームデスマッチ、みんなでデュエリストピックして楽しもうぜみたいな。ロータス専用モードもなんかちょくちょくこの前フルパで回したりしたけど、結構なんかもう釣れなくなってはいたから、そうね、あんまり好きな人はいなさそうなマップになってきたなみたいな。なんか逆算から見てこのロータス、どこのマップに似てるとか、よく言われる通りではあるけど、やっぱサイト3つあって、平文が真っ先に思いついたけど、やっぱり平文っぽかったみたいな、想像通り最初のやる前の印象とやった後の印象っていう感じ。なるほど。逆にその平文、ほぼ平文だけど、これだけは全くなんか新しい要素的な
ものを感じるところってある。まあ、一番はやっぱりウィーンってやつ。回転飛びだね。あれが結構普通に面白いかなっていう、その情報を与えることになるから、その押したっていう。開けたタイミングでね。それはもうマップに通知されるから全員知ることになって、まあ、それを使って、まあ、行くもよし行かないもよしみたいな、相手に押したって情報を与えてまあすぐ引くとかできるし、一回きりの壁というか、あそこのダクトのところの、なんかああいうのもなかなか A と B の連絡通路みたいなのあれを開けないっていう選択肢はまああるのか分かんないけど、開けなかったら開けなかったで、ローテができないしね。まあ、新要素も入れつつ、ただちょっとマップ的にすごい狭いんじゃないかなって、俺は思うんだけど。多分ランクマッチはかなり短期決戦ラウンドばっかりに3、40分ぐらい終わりそうな雰囲気あるよね。サクッとね。でもサイトがすごい狭いなとは思う。狭いね。ABC どこも。B サイに関してはプラントできる場所もすごい限られてるし、プラントもすごい弱いしで、まともなサイトがまあ2つぐらいしかない。3つあるけど。なんかその辺はちょっとヘブンとはまた違う感じでやる、ロータス。俺新マップやるの好きだから。ランクマッチはまだ合ってない。合ってない。合ってないか。デスマッチでは結構来るけど、新マップだからっていうのが理由なのか分かんないけど、すぐ消えるみんな。人がね。流すよね。みんな結構ね。流すし、デスマッチでも半分ぐらいいない時ある。あ、マジ人抜けてくともう意味ないからね。デスマッチ3人抜けたらもう終わりだもんね。俺も自分の中で4人抜けたら抜けていいっていうルールを決めてやってる。なんか今ランクマッチってバインドとブリザーある？ない。なくなった。なくなってロータス、スプリットか。スプリットはみんなやってる？スプリットは普通に。新マップアレルギー出てるな。フラクチャーとかパールの時もそうだったから。ずっとそうだよね、もう。ずっともうこれはもうしょうがない。アイスボックスが出た時もそんな感じだった。ああ、そうだね。プロの試合が出て、ああ、こういうことねみたいになってからみんなやり出す風潮。それこそなんかちょうどパッチいろいろ変わって、何出せばいいんだろうみたいなところはあるしね。パール、ロータスとかに関しては。まあ、ブラジルでもね、一応マッププールには入ってるけど、本当にやるチームは、またとりあえずみんなある程度は触って準備はするだろうけど、バンされたらおしまいだから。でもやりたくない？まあ、やりたいのはやりたいよね。結構チャンピオンズは、あれが、なんだっけ？パール。そう、パールのお披露目だったけど、割とピックされて、割と今までとちょっと違う流れっていうか。なんかパールの時に感じたのが、まあチャンピオンズの時に感じたのが、現地でのスクリーム、ヨーロッパでのスクリームとかやってるチームが多かったから、なんか他のチームの構成、そのチャンピオンズに出ないチームのパールの構成とか、まあそれこそオプティックとそのまま同じだったりとか、まあ、どっちが先にやってるか分かんないけど、まあ、なんかそういうところで結構やって、なんかある程度その現地入りしてからメタが固まって、みんなこうじゃあそれなりに出せるかなみたいな状態になってるっぽいから、だからまあ今回もロータス、ブラジル行って、まあ、現地でどれだけ練習できるか分かんないけど、到着してからが本番みたいなね。そんな感じはあるのかなって。ありそう。本当チキンレースなのは否めない。分かんないもんね。自分たちのが強いのか弱いのかっていう。相手が何出してくるかもまあそれなりになんかこれは無理だろうなみたいな構成はあるけど、できることは結構あるし、ちなみにロータスは、まあ、逆算的にこれ最強みたいなキャラクターは今いる？自分以外でも多分もうだいぶ使ってる人多いと思うんだけど、まあ、ブリーチが一旦ロータスモードを自分めっちゃやってたんだけど、そのロータスモードをずっとやってる人たちの中でもなんか結論みたいな感じでみんなブリーチピックするようになって、噂によるとゼータジュニアがロータスでブリーチ強いみたいな話をしたせいでブリーチがいなくなった。推奨するとすぐだからね。そんなことある？ジュニアさんが最速でなんかおすすめ構成みたいなツイッターで上げてて、変なそれにまずハーバーが入ってたからみんなめっちゃハーバーピックするし、ブリーチ入ってたからみんなめっちゃブリーチピックするしみたいな。まあ、ハーバーが入ってる時点でね、まあ、ギャグなのかなってジョークなのかなみたいな半分感じたけど、結構真面目らしい。あれは実際強いハーバーは。まあありっちゃありだけど、どうなんだろう。他でもいいよねみたいな感じはちょっとするよね。まあでもジュニアさんもなんか2択用意してて、ハーバー構成か普通の木かみたいな。まあだからまあブリーチは本当に強そうだね。結構強い。まあヘブンとかと同じように、まあ、開幕の接敵場所が結構近いというか、でメインがちゃんとあって、スタンがめちゃくちゃ効きやすい地形してるから、強いよね。
なんか薄い壁が多いから、その壁を隔てて変なフラッシュみたいな、まあまあ入るイメージ。まあ幅が出てくることはあるんでしょうかね。お楽しみに。幅やりたい。俺幅チームで。まあ、チームで使うんだったら別にいいけどって感じだけど、まあ、ランクとかでは絶対使わないしな、ハーバーなんて。ピックした瞬間トロールだと思われるから、基本的に。夜と同じような。そう、夜はなんか最近ちょっと市民権得てる感じでする。夜より少ないからね、今、ハーバー。まあチームだったらね、こうコンセプトがね、あるからまあまあまあって感じだけど、まあ、なんかピック率を話して言えば、なんか直近のその、まあ、最新パッチというかチェンバーナーフが入った後のバロの大会、アセンションの予選、まあ、国内予選もあったし、まあ、他のリージョンの大会もそうだけど、まあ、驚異のチェンバーピック率、まあ、EU 見たら 0% とか全然あってそんなにっていうほどではあるんだけど、めちゃくちゃなんか減ったよね。減りました。めちゃくちゃ減った。みんなキルジョイになりました。チェンバーのストレスはかなり減ったけどそうね。キルジョイのストレスが増えて別の方向からストレスを感じてる。なんかもともと出やすいマップ、まあ、アセントだったりとか、そういうところは全然まあ変わらないけど、それ以外のなんだろう、もともとチェンバーが出ててこの枠ってなんだろうみたいなところ、なんかフラクチャーのセンチネルズとか、まあ相棒もそうだし、なんかそれが本当に、まあ、パルもそうだね、全てがこう黄色いねやつに変えられちゃったからね、すごいメタが一定化してるというか、変わり映えがないような構成ばっかりになっちゃってはいるけど、なんかミラーにはなりやすいよね今。サイファー大好きだから、サイファーね、ぜひね使えるように。サイファー、まあキレジョイよりね、やっぱサイファーの方がなんか取れる情報の量とか、なんかこっちが積極的に動けるから、俺も好きなんですけど、まあ、いかんせんね、ワイヤー張れる場所がね無限にあるわけじゃないからね、なかなかそういうところが使いづらいところでありますけど、ちょっと話脱線しましたけど、まあ、前回太陽くんの回でね、黒さんの、まあ、太陽くんも俺も、まあ、ちょっと今年の目標を、覚えてますか？覚えてますよ。なんですか？配信あれから配信してないです。動画ちゃうねん。何ですか？忙しいねん。忙しいは言い訳ですよ。いやでも忙しいでしょ。いや俺配信してるよ。それはだって活動後でしょ。ヘトヘトよこっちは。なるほどね。動画は配信してないからって言ってない。じゃあ別撮りで撮ってください。今撮ってます。動画上げるってラジオも判定に入るんだ。入るよ。入るんだ。そりゃ。でもね、どうしたらいいんだろうね。活動後配信できる体力ないんだけど。前は昼とかになっちゃうけど。昼だよね。前にやろうとすると活動の最後がヘトヘトになる。どんだけ配信で体力使うんだよ。いや配信では使わないよ。じゃあ起きてることだけで早起きするだけでダメなんだよ。2時間とか2時間前に起きるってこと？でも今13時からスタートするから、まあ、だから10時に起きて。いや無理10時に起きたら、活動最後の方やばいって。まあそうね。それはそうなるでしょ。まあちょっとね、まあ、スクリームの量が多いですから今。これ言い訳かな？いやまあできる人は、まあなんかその配信が疲れないなって思う人は別に全然できる。ランクやる感覚で。そうランクはやれるじゃん。そうランクはやれるけど配信はやれないってなると、まあ配信やるのに結構エネルギー使うってことだから。いやでもランクやるって言っても、活動後終わって、かなりゆっくりして、仮眠とかしてからやる感じよ。そのままぶっ続けではできない。仮眠取ってランクやるときに配信つければいいんじゃない？いや俺配信やりたくないだけだろ。いやランクご飯食べながら配信してランクやるとさ、ちゃうねん、なんかふざけちゃう。真面目にできないと。できない。バイオでやっちゃう。なんかさ、ストリーマーモードが。ストリーマーってわけじゃないんだけど、ふざけちゃうんだよね。で大体俺一人であんまりランクやんないから、ランクやるとしてもね、配信するってなったら友達とかとやるわけじゃん。でなんかもう味方にもさプロとか来るじゃん。来るね。もうそうなったら終わりよ。もうふざけちゃうと。ふざけちゃう。まあそっちの方が
なんですか、配信としてはいいんじゃないですか。練習がしたい、ランクで。じゃあもうしょうがだないわ。から、まあでもデスマッチ配信とかなら全然できるんだけど、デスマッチ雑談配信から始めよう。そうだね。週1。3日に1回。俺本当に配信してないかな、動画の後。ちょっと見てみよう。俺してしてないらしいしてないらです。しいです。でも、その動画撮った日はしてんだよね。おーロータス。じゃあもう収録日しか配信しないじゃん。土日。土日の収録日のみ。決めよデスマッチ配信しようか。う。やる日を決めたらいいんだよ、やる日を。定期配信。なんかもうやる日、活動終わった瞬間、サーバーから俺が切断するわ。だからそしたら俺どっか行っちゃうもん。ご飯なんでだよまずご飯食べてお風呂入んないと。まあ早めに活動が終われればいや、そうなんよ。配信しやすいかちょっとなと思います。本当に最近はちょっとスケジュールが詰め詰めすぎる。まあね。だって天下のうん。配信オタクのうん。ラウさんでさえ最近あまり配信してないですよね、昔に比べて。いや、天下の配信をいや、結構してるよね。してる、うんまあまあしてる。結構してるよね。うん。じゃあ他は？他はだってもともと配信しない。いやでも転勤とかしてからしてたでしょ結構。いや、いやしてたよね。なんかランク一緒にみたいなうん。時期はしてた。ああ。で今俺のジャンタマカ UFT 配信と、ジュニアさんの原神配信と、ラウさんのバラントいや配信しでもラズはかついてない。すげえよマジで。あの活動後に。ラウさんの方に話しながら持ってくのやめてください。いやラズすげえ。あなたですかマジすげえ。あなたですか問題は。いやそうなんだよね。配信してください。あれすごいよねでも。思わん？まあまあ、思わんすごいと思うけど、体力どうなってんのって。まあ日頃体鍛えてますから、ラウ選手。確かに。でも鍛えるは俺目標に入ってないんで別に。今年の。最終的にじゃあ鍛えることで配信がスタミナが上がって配信しやすくなると。いやでも本当にしようと思ってんだけどね。いや本当に意思確認。本当にしようと思ってんだけど、意思はあるんだ。意志はある。常に高い志は持ってる。志はあるけど、なぜか知らないからできない。できない。頑張ってくださいよ。見たい人も多いと思うんでね。いやそうなんだよね。週1とか、週1でやれたらいいよ、絶対。まあ低く、目標は一旦、いや、目標は高くだろ。いやじゃあ高く決めると、うんキープがむずいから。ちなみに低く目標設定したら、頻度は、まあ週1時間ですね。これ最低。最低ね。これ最低。うん。いやマジでしたいと思ってる。なんかあれだよね。依存症の人の、やめたいんだけど、やめれないんだよね、みたいな。それと同じですよ。いや違うでしょ。配信したいけど、配信できない病。そうしたいと思ってはいるんだよね。いやこれだって俺去年から言ってるからね。だって俺去年の釈迦さんとかのスマログの撮影の時も目標言ってるからね、今後の。まあ俺も、配信とか動画上げた方がいいんじゃないかなって苦労に言うのは入ってから3回ぐらい言ってるね。うん。はい。じゃあちょっと話脱線しましたが、逆さんの目標を教えてください。そういう話だったっけ。はい。苦労の目標なんか聞いてたら自、分の目標。だいぶ脱線したけど。なんだろうな。配信もだけど、特に自分の目標だと、友達を作りたいです。友達がいないんで。それ俺もだ。メイクニューフじゃあレンド。一緒っす。配信と友達を作る。2人で一緒にやればまあ。友達欲しいな。友達。うん。友達少ないから。友達がいないから。反応に困りますね。うん。まあ、浅い友達がいても仕方ないんで、うんうんこう深い仲の友達一人いればいいんじゃないですか。それはそう。はい。広く浅くの逆ってなんだっけ？広く浅くの逆うん何狭く深く。狭そういうことはない。まああるっちゃある。あるよね。ある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 。それでいこうかな、やっぱり。少数制で。うん。少数精鋭ね。その少数を増やす、ちょっと。頑張ってください。はい。友達増やすより配信頑張ってくださいよ。そこは。逆さんは友達、友達っていうかまあ交流というか、アナリストとかのつながりみたいなのもあるし、アナリストになりたいみたいな人との交流というかいろいろコミュニティ作りみたいなはいはい。こともしたいし、全体的な意味で。バロラントに関しては、絶対コーチになりたいみたいな人が割と少なくて、アナリスト志望の人はなんかちょくちょく見る
そう逆算とかだったら、自分のやってる仕事を他の人がやる場合に他の人ができるような形にしてそれを共有するみたいなのができそうだし、自分もアナリストになってみたいなってなった時に何勉強すればいいのかみたいなのはすげえ教えてくれそうだから、志望の人がいれば、それも配信までですかね。そうね。よく見るのは音楽関係の人で楽曲制作しながら配信して、質問があればもうディスコードのコミュニティサーバー作って、そっちで交流してみたいなのをよく見る、からそういうのがアナリスト版みたいなのができると、アナリスト作業しながら、さっき言ったマップ研究とかは結構いいかなって、やりつつ質問飛んできたら答えてみたいな、そういうのなかなか聞ける機会とかって、がっつりアナリストをしてる人だと、ほぼいない、そんなに数は多くないもんで、ぜひぜひ配信に来てください。そして友達になってください。募集してます。リスナーから友達へ、友達ここ最近友達増えてないな麻雀友達が増えましたね。いいですね。人間関係大事ですから。ということで、じゃあ今年の目標は友達を増やすということで、配信ね。いやでも俺週1時間ね。した気がすんだよね。いやそれは違うらしいから。いやちょっと確認していいよ俺ツイッターに告知出さずに配信した気がすんだよ。ツイッターに告知をしないやつは俺何なんだろうなって結構思います。何が？ツイッターにこの告知をしない人。それはね何ですか？見たい人が見てよっていう意味です2週間前新マップ探索ちょっとだけ。おいしてないじゃん。してないね。してないじゃんじゃあ1週間分今サボってるってことですね。でもそれ2週間前2週間前多分2週間以上前。新マップ実装だよね。だから新マップ実装されたのしてないわしてないです。ロータス出たのが10日か11ぐらいだったよね。ジュニアさんツイート見れば分かるな。じゃあ一緒にまたロータス研究配信します。それは全然やりますさ、ちゃうねん。マップ研究って配信ってしづらいねん。しづらいのはしづらいね。選手ってなるとさ、自分の使うキャラを研究したいじゃん。それってさもうバレるよね。手の内というかね。バレるしさ、他のキャラでやることもあるよ俺も。マップ研究って言って自分が絶対使わないキャラでマップ研究とかしたとしても、そうね。ミラクルで結構これ強えじゃんみたいなの見つかっちゃうのよ定点探してる時とかもね、ちょっとめちゃくちゃいいの作れちゃうと困るからね。じゃあ別にマップ研究配信しなきゃいいんじゃないですか。いやでもロータスに関してはまだ分かんないから、セーフ。全然いいかな。じゃあ決定。今日はもうちょっと無理だ外出たから外出たらもうゲームできないんだ。外出た場合は体力消耗するんでそれ残らない。それって単純に体力ないんじゃないの？いや俺収録した日マジまともにゲームできない俺。マジで？いや今日は早いからあれだけど、いつもさ夕方とかに終わってさご飯食って帰るみたいな流れあるじゃん。この前までね。そうでしょ。その時はもう帰った瞬間寝ちゃう俺。どんだけパワー使うんだこんな何もエネルギー使わないこの収録に。外出てるっていうのがもう消費やねん。ヴァンパイア。そうだよいやでもこれ分かる人いると思うけどね。分かる。外出るだけで。いやよく出てるでしょ外。あなたは。ね。こちとらこの収録ぐらいですよマジで外出てんの。なんで俺これ怒られてんの前回も言ったけど、前回撮ったのが今年入って初の外出だったんだからね俺。今回ちなみに今年前回の収録から、今日まで1回かなじゃあ今回の外出今年3回目ってこと？ 3 回目かも半分収録2回に1回は収録。でもすき家買いに行ったんだけど、それが外出なら4回15分ぐらいだけど行き帰りで3回外出1回好きやか。本当に外出ないんだね。出ないよ。ガキさんもすごいなって言ってるよいやガキさんはだってさ、その出社っていうさ行為があるじゃん。もうやむを得ない。
出社っていうね。外に出る機会が、はいはい。ないじゃん俺らは。出社する俺らも。出社したくないですあんまり出社はしたくないですけどね。やべえ、もう30分だ。盛り上がってたな。はい。そういえば、今34分なんですけど、前回からなんと英語字幕が、ついてると思うんですけど、前回驚きのね60分すべて英語字幕が載ってるというね2日かかったらしいですよ一本動画に2日かかって、なぜか太陽くんの声をも聞きたくないと。でしかも意味不明な言語を喋ると。太陽くんがよっともですか？よっとも知ってますか皆さん。僕は知ってますよ。もうだって俺耳に入ったことさえ覚えてないもん。だって太陽くんがそのよっともって言ってた発言を大学生しか分かんないんだよ。そんなことないでしょ。マジで。大学とかの大学で用語ではあるよく使われるけど、だって外出ないんだったらよなんて言わないじゃんまあそうだから俺よっとももいないんですよ別に。ちょっと英語字幕すごい好評らしいので、英語の勉強にはすごいいいかもしれないね、見ながら。確かに。はい。ということで、ちょっとなんか、できるだけね短縮バージョンでお願いしますと釘を刺されているので、今日なぜかね収録前に人の顔を見に来て僕が翻訳しますとちょっとね圧をかけられたんで、ただここからねVCT、VCJ、出場チームいろいろ話したりするんで、あと30分ぐらいかかるのかなちょっと今対応がどうなってるかそうね、一番長そうなやつがあるんで、ちょっと短めでもう土日終わってるかな試合は。ちょっとねこれ本当に眺めていろいろ喋ってて1チーム5分ぐらい喋ったら本当に60分いっちゃうんで、軽く所感と、所感まず感じとあれだよね、ルールとしては8チーム出てて、総当たりね、総当たりして2チームが敗退、で上2チームがちょっと有利な状態からプレーオフ、残り4チームがローワーからスタートって感じっていう感じですね。どうですか、予選終了して8チーム決まりましたけど、なんだかんだ一面だなっていう。そうですね、今回 BO3 だったからね、すごい安定したトーナメントというか、ちょっとなんかアップセットがありそうかなみたいな試合もちゃんとちゃんと BO3 で勝ちきれるチームがなんだかんだ残ったなっていう、ただ一部激戦もね、あったみたいですけど、CR とか12対7から逆転したみたいな、OT まで行って激アツの試合とか、ちょっと配信なかったんでね、なんかそこの見たかったね。そうもしかしたら各チームのコンテンツとかで上がるかも、出るかもしれないです、ちょっとその辺が皆さんと共有できないのは残念でしたが、今回ね8チーム残って決まりましたので、総当たり BO3 だよね。そこがかなりいいよね。全チームと試合できるし、そうだね。今回リーグだし、ちゃんとそのコーチングスタッフがどういう感じで対策していくかっていうのもまた課題にはなってくるから、イグジスト、フェンネル、CR とどこだっけな、ちょっとリキペディアを開いて CR クレスト、イグジスト、フェンネル、CR クレストですね。次が CR フェンネル、一応で戦国リジェクト、1日で4試合やるんですね。戦国リジェクト、フェンネル、イグジスト、スカーズノーセプション、CR、CZ。ということで1日、そうね、1日で4試合やるんだね。なかなか濃密な。結構だね。結構じゃない？これを BO3？BO3。11時スタートで20時終了と書いてありますけど、これ確実に24時回ります。BO3 なの？ BO2 ではなく？ BO2？ どうなんだろう。BO3 だね。全試合 BO3 らしいんで。全部配信。はい。ちょっとね、現段階で、全然試合残ってるんで、ここからどうなるか分かんない。優勝チーム、ズバッと。優勝候補、本当に軽く思いつきで挙げるとすれば、ありますか、皆さん。僕は、はい。フェンネル。フェンネルね。フェンネル。フェンネル。ここでフェンネル行くとな。フェンネルと来ちゃったから。フェンネル行くとな。でも、ブレるのよくないよ。決めたものを。実際スクリーム練習でも日本チームと結構やってるし、実際このパワーバランス的なのは勝手にわかるんですけど、リーグなんでね、総当たりになってきて、これがどうなるかっていうのがまたちょっと気になるんで、
フェンネルかな。ちょっとひいき入ってるところもある自分はやっぱり元アカデミーのそうね、ヒロロン君もいるしね。まあ一回サブで入ってくれたエクスティルもいるし、まあ直近だとクレストもなんか調子良さそうな感じ。強いね、正味、別にフェンネル優勝予想っていうだけで。まあ、なおかつこうメタがかなり今一定化してて、まあ、その構成での噛み合いみたいなのもそこまで多くなさそうだから、まあ、この辺がどんだけ、まあ、2月中までおのおの連動が高まっていくかでまた違うだろうし、ちょっとね僕らにはない、バインドとブリーズがまだあるんで、ね、それなあの2マップが今どうなってるのか評価不可能全く分かんないから、ちょっと優勝チームはそこということで、まあ、初戦がね本当にまあ面白そうなカードは多いんで、楽しみですね。なんかちょっとでもね、今回のその予選でのなんだろうコミュニティの盛り上がりを見て、まあ、俺は結構ちょっと安心したなっていう、本当に、まあ、ちょっと全く関係ない話だけど、まだまだこの国内リーグを全然見てくれるというか、そうね、配信もなかったのにね。そう、配信もないのに、まあ、みんないろんなサイトで速報を追ったりとかね。 F5 連打してね、スパイク GG 落ちてたからスパイク GG はね日本の大会があるとき毎回落ちるからね、まあそこすごく日本の大会の情報が早いんで、まあ、そういうのですごい盛り上がりを見せてくれてたので、まあ VCG 始まって公式配信、めちゃくちゃ楽しみだね。一気に2日で8試合、もう自分たちが関係ないところの大会っていっちゃ面白いんだから楽しいね。そうそれはそう、マジで面白い。参考にも結構なりそうだし、もう国内もどんどんレベル上がってきてるしね、めちゃくちゃ楽しみだし、まあ、みんなで楽しんでいきたいですね。でしかもだってプレーオフのローワーとファイナルはもう完全にオフライン確定してるわけだから、残り3チームになったところからはプレーオフがすごいよね。オフライン毎回オフラインやんのかな、めちゃくちゃいいな。はい、43区か。まあこれぐらいで締めといてあげるかかわいそうだし、なんか10分長いんだけどみたいな苦情も来そうなんで、これ忘れてました。今回ね、協賛のゼータクリエイター部門の方々からちょっとね CM のご提供をいただいているので、ちょっと告知を一つ挟ませてもらうと、現在ゼータディビジョンでは、クリエイティブスタッフ、まあ、主に動画編集、そして動画撮影、まあ、いろいろとこう、まあ、バロラントしてる方だったら、まあ、石垣さんとか、まあ、そこら辺の仕事をできる人間を今大募集しているらしいです。まあ、このままだとね本当に、まあ、このラジオが上がらなくなる日も来るんじゃないかなと。ギリギリ9日9がつく日に間に合わせるらしいんで、本当にいないらしいです。人が足りてないらしいです。まあなんか人も増えてね、いろんな動画も撮らなきゃいけないので、まあもうすでに回ってない状態らしいので、ぜひご興味がありましたらね、どのレベルから入れるのか分かりませんが、ぜひ応募だけはしてみてください。まずは応募から。ここからどこにあるか分かんないですけど僕たちと一緒に動画撮りましょう。台本に絶対言ってくださいって書いてるこれ、こんなの今までなかったからね。しかもだって黒文字で太文字で書いてある。それ以外全部普通なのに、この宣伝のとこね、まあそれぐらい一大事ということで。そうです。まあ動画を撮られてたり、まあ一緒になんか撮ってる身としてはすごい楽しそうなんで、まあ編集はちょっと分かんないですけど、はい、ぜひ、まあ、一緒に動画撮れる人間が増えてくれると僕らも嬉しいので、来てください。ということで以上ザ・エクスキューガンのクローショー、ここまでとなります。今回のゲストは逆さんでした。動画の方はコメント欄、チャット、応募はコメント欄にせずにフォームの方にお願いします。高評価とチャンネル登録と Spotify の方にもあるので、ぜひお聞きください。営業の勉強した人はね、ぜひ、自爆オンにしてみてください。それでは以上です。さようなら。さようなら。